不動産屋さんの怪談です。今回は福岡市にお住まいの女性、仮にはるみさんとしておきますが、はるみさんが今から数十年前に体験したお話です。当時はるみさんはまだ20代で、5階建てのマンションの最上階でペットのインコと一人暮らしを始めたそうです。そのマンションは団地のような作りで、5階にははるみさんの部屋と向かい合う形でもう一部屋ありました。そして団地のように5階建てでしたが、エレベーターがありませんでした。ですから仕事で疲れて帰宅した時、階段を5階まで登るのがうんざりでした。眺めが良かったので決めたのですが、今から思えばあまり居心地がよく感じなかったそうです。それでも毎日忙しく過ぎていき、そんな生活にも慣れてきた頃です。いつものようにはるみさんは仕事から帰り、冷たいコンクリートの階段をきついなぁとぼやきながら上がっていきました。時刻はすでに夜の9時近かったので、マンションの外階段は薄暗く、ひっそりとしていました。そしてはるみさんがちょうど4階を過ぎて、5階に向かう踊り場にたどり着いた時でした。目の前の階段に若い男性が座っていたのです。はるみさんは血の気が引いたそうです。その男性は薄暗い階段の中腹に頭を下に向け、ぐったりとしていました。はるみさんは一瞬この男性は生きている人だろうかと思いました。それはまるで遺体がそこに座った形で置かれているかのようでした。なぜなら男性の脱力感と生命力のなさが尋常ではなかったのです。よく見るとその男性は30歳前後の人で、じっとうつむいていたので顔は見えませんでした。男性は何も話さず呼吸しているかすら分かりませんでした。はるみさんはこの男性の脇を通らなくては自分の部屋には行かれないので、意を決して男性の脇をすり抜けました。するとその瞬間、はるみさんの全身に鳥肌が立ちました。その時はるみさんは、この男性はやはり生きている人ではないと感じたそうです。そして自分の部屋の前に着き、すぐに中に逃げ込みたかったのですが、玄関を開けようとした時、はるみさんは直感的にドアを開けてはダメと思いました。そこで呼び鈴をわざと鳴らして、訪ねてきた人のふりをして、そのまま息を止めるように一気に男性の脇を通り過ぎ、1階まで一目散に駆け下りました。はるみさんは近所のコンビニに駆け込み、しばらく時間を潰していました。ほっとはしたものの、男性が何者だったか分かるまで不安でなりませんでした。だんだん冷静になっていくと、あの男性は本当に幽霊だったのか分からなくなったそうです。そして30分ぐらい経ってから再びマンションに戻ると、5階の階段にはあの男性の姿はありませんでした。はるみさんは当時を思い返しても、今でもあの男性の正体が何だったのか全くわからないそうです。住み出したばかりでこんな不可解な怖い体験をしたので、はるみさんは嫌な予感がしました。その予感を裏付けるかのように、それからさほど経たない頃でした。はるみさんはこの部屋で金縛りに何回も会うようになりました。そしてはるみさんは同時に嫌な夢もよく見るようになっていきました。それは毎回誰かと喧嘩をしている夢で、誰かが殴りかかってくるというものでした。そんな悪夢にうなされ続けたある日のことでした。その日もはるみさんは夜遅く仕事から帰り、いつものように一人部屋で夕食をとっていたそうです。するといきなりバンと電源が落ちたのです。部屋は真っ暗になり、はるみさんは慌てたそうです。電気は何も多く使っていなかったので、
おかしいなと思いながら急いで懐中電灯を取り、配電盤のブレーカーを確認しました。そして落ちているブレーカーのスイッチを上に上げようとすると、硬くて上がりませんでした。これは困ったことになったなと思いましたが、夜も遅いので明日電気屋さんに連絡して何とかしようと思い、その夜は真っ暗な中で食事を終えてそのまま寝たそうです。そして次の日の朝です。晴美さんは珍しくひどい頭痛で目が覚めました。しばらく起きることもできず、今日は仕事を休むしかないなと思いました。そして痛みに耐えながら会社に連絡を入れようと考えていた時でした。突然どこからかという女性がすすり泣く声が聞こえてきました。と思った晴美さんはそのすすり泣く声の聞こえる方向を探しました。すると布団の目の前には棚があるのですが、どうやらその棚の奥からしくしくと女性がすすり泣いているように聞こえてきたそうです。妙に思った晴美さんは棚の中に頭を入れて、実際どこから女性の泣き声が聞こえてくるのか確かめてみたそうです。するととすすり泣く声はその奥の壁の裏側から聞こえてきました。でも奥の壁の裏側は階段の脇で人が立てるところではありません。晴美さんはこのすすり泣く声の正体は一体何なのかとだんだん気味が悪くなってきました。すると突然玄関ドアを誰かがドンドンドンと叩く音がしました。はっと我に返った晴美さんはこんな朝から誰だろうと思い、玄関ドアの覗き穴から見たそうです。するとそこには晴美さんが勤める会社の人が立っていました。晴美さんは驚いてすぐ玄関ドアを開けると、会社の人は挨拶もそこそこにいきなり「晴美さん、落ち着いて聞いてね。あなたのお母さんが明け方に亡くなったのよ」と教えてくれました。晴美さんは全身が凍りついたそうです。晴美さんのお兄さんが晴美さんに電話したのですが、停電でプッシュホンがつながらず、仕方がなく勤め先に連絡し、勤め先の人も晴美さんに連絡がつかなかったので、直接伝えに来たということでした。晴美さんは昨晩の停電は母が間もなく亡くなることを知らせに来たのではと思ったそうです。さっき棚の奥から聞こえてきた女性のすすり泣く声が母親だったかは分かりませんが、母親の死と何かしら関係があると感じました。不思議なことに電力会社に連絡し、電気系統を調べてもらったのですが、なぜか晴美さんの部屋だけ電気がショートしていたそうです。それからしばらくしてやっと晴美さんが落ち着きを取り戻した時でした。仕事から帰ってくると、今度は飼っていたインコがケージの中で冷たくなっていました。母の次はこの子までと晴美さんはとてもショックだったそうです。晴美さんは最初にふと感じた不吉な予感がまたよみがえりました。そしてその予感は当たっていました。ある日の夕方のことでした。晴美さんは台所の窓がいつになく夕日で真っ赤になっているなと思ったのですが、何かおかしく胸騒ぎがしたそうです。そこで玄関ドアを開けてみると、晴美さんの部屋の5階近くまで火の粉が舞い上がっていたのです。大変火事だとすぐ分かりました。火の手は目の前まで迫っている1秒を争う緊急事態でした。もう考える余裕はなく、晴美さんはお財布だけ持って目の前の炎から飛んでくる火の粉を避けながら階段の端をギリギリ駆け下り、奇跡的に助かったということでした。消防車が何台も駆けつけ、晴美さんの下の階の住人は炎の熱でドアが開かず、ベランダからはしご車で助け出されていました。炎が消し止められた時には4階まで完全に燃えてしまっていたそうです。
この最後の火災で晴美さんはやっと分かりました。この部屋にとどまったらもっと不幸になっていくと感じたそうです。晴美さんがすぐに引っ越したのは言うまでもありませんが、新しい住居では負のスパイラルは止まり、平穏を取り戻せたそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。